今回はこの車の空力デザインを誰がしたのかっていうことを紹介したいのと、あとそれを見ていくことによってこの車が速かった理由と、逆にフェラーリに対してシーズン後半妙に苦戦した理由が見えてきます。その辺を紹介したいと思います。まずこの車の空力デザインは誰がしたのかっていうと、マイク・ガスコインさんです。マイク・ガスコインさんはこの時 F1 の世界に入ってきた新人の空力担当者です。なんですけど、新人なのに天下のマクラーレンの MP45B をデザインしました。マクラーレンに入った経緯をまず紹介します。89年マクラーレンが航空専門誌に出した空力部門の責任者の募集広告を見て応募。3ヶ月前の募集だったので断られたと思ったが、面接に来いという返信。ボブ・ベルは私のような人材を探していた。もともとガスコインさんは車の世界の人じゃないので、航空専門誌を見ていたら、なぜかマクラーレンの求人があったと。で、しかもそれを見た時にもう3ヶ月前の求人だったのでダメかなと思ったらしいんですけど、応募してみたら面接に来いという返信だったと。で、ボブ・ベルさん、これまでのマクラーレンの空力担当と言えばいいですかね。なのでボブ・ベルさんの下で働くという形になるわけなんですけども、ガスコインさんがマクラーレンに入って早々ボブ・ベルさんは移動しちゃったので、いきなりもうガスコインさんが空力担当になったようです。MP45B のどういう空力デザインでいくかという経緯に関してなんですが、88年の16戦15勝ほどではないにせよ、向かうところ敵なしの強さを示し、楽々とタイトルを勝ち取った。そんな背景があって、チームは90年には同じシャーシと同じエンジンを使い、それに新しい空力パッケージとメカニカルパッケージを載せることに決めたんだ。88年はあまりに強かったですけど、89年も十分強かったと。なのでチームとしては基本的に同じシャーシを使うと。で、ボディを変えて、あと何かメカニカル的な部分、新しく進化させるとこは進化させるという形でやっていこうって決まったわけですね。5B の空力デザインは前年の MP45 から引き継いでいるとはいえ、ガスコインさんが 100% デザインしたと言っていいでしょう。5B は出来のいい車だった。クーリングパッケージはベーシックなもので、暑いレースに向け後部の開口を大きくしたサイドポンツーンは空力効率をひどく低下させたが、それでもまだ他の車よりは良かった。5B は出来のいい車だったって言ってますね。これは間違いないと思います。細かいことは置いといて。で、このクーリングパッケージって言ってるのは、この 5B ってサイドポンツーンの横がガバって開いてますよね。ラジエーターの排気。これはホンダからの要求に応えて、ラジエーターが目いっぱい冷えるようにボディの横が大きく穴が開いてんですね。この画像だと少しカバーがかかったバージョンなのでちょっと分かりづらいですけど、空力効率が下がったとしてもちゃんとそういうエンジンサイドの要求も受け入れて作ったと。で、最後のとこでそれでもまだ他の車よりは良かったって言ってますね。この時代マクラーレンの車は空力が良くないとか、フェラーリの方が空力がいいって言われてましたけど、実はそんなことなくて、この MP45B もかなり空力のいい車です。って思う人いるかもしれないんですけど、空力がいいというその証拠になるものは次回の動画で出そうと思ってるんですけども、単純に考えてガスコインさんはこの時点で新人とは言っても、その後ジョーダンで車をデザインしたり、ルノーでデザインしたり、勝てる車をどんどんデザインしました。なのでこの時代数少ない空力センスの優れた空力デザイナーっていうのは間違いないです。次に MP45B の特徴的な部分。バッドフロアはどのようにしてあのデザインに至ったのか。出発点はよく似たスタイルのフロアを持つレイトンハウスマーチのコピーだった。車高が高い時、注意の時はダウンフォースを稼げる一方で、車高が低い時、特に極度に低くなるとストールを起こすので、その点では注意が必要だった。この車の空力パーツで一番特徴的なのは、この車の一番後ろについているバットマンディフューザーと呼ばれたこのディフューザーですね。
これは何なのかというと、ガスコインさんがレイトハウスの車にこれがついてたから、コピーしたと。で、これがあることによってダウンフォースが強くなると。なんだけど、車高の変化に激しく反応するので、車高が極端に低くなっちゃうと、急にストールしちゃうと。その辺が問題があったって言ってますね。なんでこれがついてるとダウンフォースが強くなるかっていうと、この絵を見てほしいんですけど、このバットマンディフューザー、このトンネルみたくなってるものがいくつかあることによって、ここで空気の渦ができるわけですね。ここであえて空気の渦を作ってリアウィングあたりに空気の渦ができないようにするってことですね。なので、ボーテックスジェネレーターと同じで、あえて渦を作って車のボディ、車のウィングの空気の流れを良くする、ダウンフォースを強くするためのものだっていうことですね。でも、このディフューザーは車高の変化に対する反応が激しすぎるので、シーズン途中で取っちゃいましたよね。使わなくなっちゃいました。まだ空力的な分析が拙い時代だったので、よく分かってなかったってガスコインさんは言ってますね。で、バットマンディフューザーが失敗に終わったせいかどうか分かんないんですけど、結局こういうことになります。その後、あなたは90年の終わりにマクラーレンを離れました。マーティン・ウィットマーシュが来て、フェラーリにいたアンリー・デュランを雇ったんだ。デュランはチームに加わるとすぐに、こんなフロアではダメだ。ストールするに決まっている。こういうフロアをつけろ。と言った。それは要するに、フェラーリで使っていたフロアで、言われた通りにしてみると、車は1秒遅くなった。以前作った動画の MP46、MP47、MP48 と、たびたびアンリー・デュランさんを紹介してますけども、この90年、マクラーレンに初登場したわけですね。こんなフロアではダメだと。で、これをつけろって。これがバットマンディフューザーのことかどうかよくわかんないんですけど、それは置いといて、そのデュランさんが言ったフロアをつけたら、車が1秒遅くなったっつってんですね。これどういうことなんでしょうかね。申し訳ないですけど、私はアンリー・デュランさんがあんまり優れた空力デザイナーだとは思ってないんで、フェラーリにいた時代、たまたまフェラーリの車が速かったので、過大評価されちゃって、マクラーレンも勘違いして連れてきちゃったみたいなことというふうにしか思ってないんですけども、それでもチームは彼を空力の責任者にして私をお払い箱にした。こっちの方がフェラーリより速かったにもかかわらずだ。だがマクラーレンを追い出されたことこそが生涯を通じて最良の出来事だった。それから私はティレルへ面接に行き、ハーベイに出会ったのだから。まずガスコインさんの人生という点で言うと、この時マクラーレンを追い出されちゃったのは悲しかったんだけど、でも結局ティレルに行って、でそのハーベイさんと出会ったことによってガスコインさんはザウバーでちょっと活躍したりして、でその後はもう立派な空力デザイナーとしてどんどんいろんなチームで雇われるようになりましたから、この時アンラッキーと思われたことが実はラッキーだったってことですね。で車の話に戻ると、デュランさんが作ったフロアにしたら遅くなっちゃったのに、ガスコインを追い出してデュランさんを空力担当者にしたわけですよね。でこれを私読んだ時に、この90年のマクラーレンが、特に後半戦マクラーレンがフェラーリに対して決勝レース中ラップタイムで負けているというシーンが多く見られたのは、これが原因なのかなと思いました。わざわざ速くもないフロア、ディフューザーをつけてマシンの戦闘力がいまいちになっちゃって、それでフェラーリに対してどえらい苦戦したと。デュランさんがつけたそのフロアがその後どのように改良されたかは語られてないんで、その後は実際は改良されたのかもしれないですけど、ただマクラーレンがこの時になんでこういう判断をしたのかっていうと、半分は政治的な意味かなと思いますね。プロストとスティーブ・ニコルズさんがマクラーレンからフェラーリに取られちゃったみたいな状態だったので、マクラーレンとしては仕返しとしてデュランさんを取ってきたぞってやりたかっただけじゃないのかなって思ってしまいますね。だってそうじゃないと理屈が合わないですよね。もしくはガスコインさんがあまりに新人だったので、ちょっとでも車の不調が起こると信用できなかったというか、名前の知れたデザイナーを連れてくれば信頼できる、安心できるって思ったのかもしれないですね。こんな感じで MP45B っていうのは意外なことにド新人のマイク・ガスコインさんが空力デザインをしたと。で
次回の動画で実際の細かい空力性能は紹介したいと思うんですけども、新人がデザインしたにもかかわらず空力性能はかなり良かった。もちろんバットマンディフューザーでダウンフォースが安定しなかったり問題は抱えていましたけども、大失敗を起こしたわけではなかった。なのにアンリ・デュランを空力担当者にしてしまった。で、私の見解はそれによってマクラーレンはわざわざ車が遅くなったんじゃないのかなと思いました。これがこの車の空力デザインに関わる話です。次回はもっと具体的な空力性能の話をしたいと思います。いつもコメントくれる方ありがとうございます。本当に細かいコメント、私の知らないことも教えてくれたり、楽しいコメントたくさんくれて、非常に嬉しいです。で、高評価も いつも皆さん忘れず押してくれて、本当にありがとうございます。チャンネル登録まだされてない方いましたら、ぜひ登録してください。よろしくお願いします。